海を進む一隻の従順洋艦、その名をミクマという。 AI で当時の色を蘇らせてみる。ミクマは少し変わった生い立ちを持つ艦だった。本来は20センチ砲を積む従順洋艦として作られるはずが、条約の制限を避けるため軽巡洋艦という名目で計画される。だが条約が切れるとすぐに20センチ砲へと積み替えられ、堂々たる従順へと化けた。開戦の年にはバタビア沖で連合軍の巡洋艦2隻を沈める主君を挙げる。だがその運命はミッドウェー海戦で暗転した。逃げる最中に姉妹艦の最上と衝突し、動きの鈍ったところをアメリカ機に狙われる。爆弾を浴びて炎上し、ミクマは多くの乗員と共に沈んでいった。その時敵機が撮った大破したミクマの一枚の写真は、今も従順の壮絶な最後を静かに伝えている。今日はその従順洋艦ミクマの全生涯をカラー化した写真とともにじっくりと辿ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社とGoogle で検索してみてほしい。海上を進む最上型の巡洋艦ミクマが生まれた背景には一つの国際条約があった。昭和5年に結ばれたロンドン海軍軍縮条約である。この条約は20センチ砲を積む従順洋艦の数を厳しく制限した。一方でより小さな主砲を積む軽巡洋艦にはまだ枠に余裕があった。そこで日本海軍はある抜け道を思いつく。見た目は軽巡洋艦、しかし中身は従順に匹敵する強力な艦を作ろうというのだ。こうして計画されたのが最上型だった。主砲は 15.5 センチ砲を3連装の砲塔で5機、合わせて15門という当時の軽巡としては破格の重無装。排水量も条約が定める1万トンの枠を実際には大きく超えていた。軽巡の顔をした従順並みの怪物。ミクマはそんな条約の抜け穴から生まれた4姉妹の一隻だったのである。だが小さな船体に力を詰め込みすぎた最上型は生まれながらに重い欠陥を抱えていた。昭和9年、水雷艇の友鶴が演習中に転覆する事故が起きる。積みすぎで重心が高く、波に耐えられなかったのだ。この友鶴事件をきっかけに最上型の復元性の不足が問題となる。さらに翌昭和10年、台風の中を進んでいた艦隊で多くの艦の船体が壊れる第4艦隊事件が起きた。調べてみると、軽く作るために多用した電気溶接の部分に亀裂が入りやすいことがわかる。最上型もまた船体が歪みやすい弱い艦だったのである。そこで4隻すべてに船体を補強する大掛かりな工事が行われた。この手直しのためにミクマたちの竣工は予定より2年も遅れることになる。強さを求めすぎた艦はまず自分の船体の弱さと戦わなければならなかったのだ。そして最上型には初めから隠された仕掛けがあった。15.5 センチの3連装砲塔はいつでも20センチの連装砲塔に乗せ替えられるよう設計されていたのだ。昭和11年、日本は海軍軍縮条約から抜けることを決める。もう軍艦の大きさや武装を縛られる必要はない。こうして昭和14年、ミクマの主砲は 15.5 センチから 20.3 センチへと積み替えられた。軽巡洋艦の名目で生まれたミクマはここに名実ともに従順洋艦となったのである。条約という鎖が外れた日本はこの頃から戦艦大和をはじめとする巨大な軍艦を次々と作り始める。ミクマもまたその堅艦競争の中で
牙を向き始めた一隻だった。だが、その牙を存分に振るう時代は、思っていたよりもずっと短かった。ここで、三熊という艦そのものに目を向けてみよう。三熊を作ったのは、長崎の三菱造船所。昭和10年8月29日に完成した。その名は、大分県の日田の盆地を流れる三熊川に由来する筑後川の上流にあたる川である。実は、従順洋艦の艦名は、本来なら山の名を付けるのが決まりだった。だが最上方は、もともと軽巡洋艦として計画されたため、川の名をもらっている。最上、三熊、鈴谷、熊野、4隻とも日本の川の名を背負った珍しい従順なのだ。この4姉妹は第7戦隊という部隊を組み、いつも行動を共にした。三熊は姉の最上、とりわけ仲が良く、この2隻の絆が後に数奇な運命を呼ぶことになる。三熊の一隻、いや、三熊の戦いは海戦と共に始まった。昭和16年12月、太平洋戦争が始まる。三熊と姉妹の最上たち第7戦隊は南方作戦の支援に当たった。日本は石油やゴムを求めてマレー半島やオランダ領の東インドへと攻め下っていく。三熊たちの役目はその海を守ることだった。ヘイト物資を運ぶ味方の輸送船団を守り、上陸してくる部隊の頭上をしっかりと抑える。強力な20センチ砲を備えた従順は、この海域で頼もしい盾となった。連合軍の艦隊も、なんとかこの侵攻を食い止めようと、各地で抵抗する。そして、海戦から3ヶ月が経った頃、三熊は、その生涯で最大の主勲を挙げる、一つの野戦を迎えることになる。昭和17年3月1日の夜、ジャワ島の西、バタビア沖、日本軍の上陸船団に2隻の連合軍、巡洋艦が闇に紛れて近づいてきた。アメリカの重巡洋艦、ヒューストン、そしてオーストラリアの軽巡洋艦、パース、いずれも歴戦の名艦である。これを迎え撃ったのが、三熊と姉の最上、そして駆逐艦の式波たちだった。暗い海で砲弾と魚雷が激しく飛び交う。三熊と最上は20センチ砲を撃ちまくり、酸素魚雷を次々と放った。やがて、まずパースが、続いてヒューストンが力尽きて海に沈んでいく。三熊と最上は連合軍の名だたる巡洋艦2隻をまとめて葬り去ったのだ。これは三熊の生涯で最も輝かしい勝利だった。姉妹の息の合った連携はまさに無敵に見えた。南方の資源地帯を手に入れた日本は、その勢いのままインド洋へと進出する。昭和17年4月、三熊と最上たち第7戦隊はベンガル湾へと乗り込んだ。狙いはイギリスの通商破壊、つまり敵の輸送船を沈めてその補給路を断つことである。インドから物資を運ぶイギリスの商船。三熊と最上はそうした無防備な商船を次々と砲撃で沈めていった。わずか数日のうちに第7戦隊が沈めた商船は20隻近くに上ったと言われる。強力な20センチ砲を持つ従順にとって丸腰の商船を沈めることなどたやすいことだった。この頃の三熊はまさに絶頂にあった。バタビア沖では軍艦を、インド洋では商船を、行く先々で戦果を上げ、日本の勢力圏をどんどんと押し広げていく。誰もがこの快進撃はまだ当分続くものと信じていた。だが歴史の歯車はこのインド洋を境に大きく逆回転を始める。三熊が次に向かう海で日本は取り返しのつかない大敗を喫することになるのだ。昭和17年6月、三熊は運命のミッドウェー海戦へと向かう。この作戦で三熊たち第7戦隊、最上、鈴谷、熊野の4隻はミッドウェー島を砲撃する部隊として島の攻略を支援する任務を負っていた。
上陸部隊が島に取り付く前に20センチ砲で島の守りを叩き潰す。それが4姉妹に与えられた役割だった。だが戦いは思いもよらぬ方向へ転がっていく。主力である日本の空母機動部隊がアメリカ軍の反撃を受け、虎の子の空母4隻を1日で失ってしまったのだ。制空権を失った以上、島への上陸はもはや不可能。作戦は中止となり、第7戦隊にも反転してその海域を離れよという命令が下る。こうして三熊たちは戦うことなく暗い海を引き返していった。だが、その撤退の途中で三熊は敵と戦う前に思わぬ災難に見舞われる。昭和17年6月5日の未明、撤退する第7戦隊の前に思わぬ影が現れた。アメリカの潜水艦タンバーである。魚雷を避けるため、先頭の熊野から緊急の回避命令が飛ぶ。軍機は一斉に面舵を切って進む向きを変えようとした。だが闇の中でその命令がうまく伝わらなかった。後ろの鈴谷は45度、熊野と3番目の三熊は90度も大きく舵を切ってしまう。各艦の曲がり方がバラバラになったのだ。その時、4番目を進んでいた最上が前の三熊を見失う。気づいた時にはもう遅かった。最上の艦首が三熊の左舷の真ん中にまともに突き刺さったのである。暗闇の中で姉が妹の横腹を深々とえぐってしまった。敵の魚雷を避けようとしたその動きが姉妹同士の衝突を招いてしまったのだ。衝突で2隻の姉妹はどちらも大きな傷を負った。ぶつかった最上は艦首がぐしゃりと押しつぶされ大破する。一方の三熊も左舷を破られ、積んでいた重油が海へと漏れ出していた。この漏れ出した重油が後で三熊を追い詰めることになる。2隻は速力を大きく落としながら、それでも何とか味方の海域へ逃げようとした。だが大破した最上は思うように進めない。三熊は傷ついた姉を見捨てることができず、そのそばに寄り添い、ゆっくりと航行を続けた。助け合う2隻の姿は痛々しくも美しかった。しかしノロノロとしか進めない2隻は広い海の上で格好の標的になってしまう。海に長く伸びる重油の帯は上空の敵機にここに獲物がいると教えているようなものだった。そして夜が明けるとアメリカの艦載機がこの傷ついた姉妹を容赦なく襲い始めるのである。昭和17年6月6日、傷ついた三熊と最上に決定的な攻撃が加えられた。アメリカの空母エンタープライズとホーネットから飛び立った艦載機の群れが2隻めがけて殺到する。急降下してくる爆撃機、逃げ場のない海。低速の2隻には身をかわす力はもう残っていなかった。とりわけ集中的に狙われたのが三熊だった。三熊に1000ポンドの爆弾が立て続けに5発命中する。試金弾も2発。甲板は引き裂かれ、艦の至るところで火の手が上がった。そして被弾の衝撃で積んでいた自分の魚雷が次々と誘爆を起こす。自らの兵器が内側から三熊を焼いていく。かつてバタビア沖で敵の巡洋艦を沈めた強力な従順は今や動く火の玉と化していた。姉の最上が必死に応戦する中で三熊の炎は消えることなく燃え広がっていったのである。炎に包まれた三熊の艦上では乗員たちが最後まで将下と戦っていた。だが5発もの爆弾と相次ぐ魚雷の誘爆で三熊の傷はもはや手のつけられないものになっていた。指揮を取っていた艦長の崎山はこの戦いで重傷を負う。艦を救うことはもはやできない。そう判断した副長の高島はついに総員退去を命じた。燃え盛る艦を捨て乗員たちが次々と海へ飛び込んでいく。やがて三熊は大きく傾き、無数の乗員と共に静かに海の底へと沈んでいった。条約の抜け穴から生まれ
バタビア沖で名を挙げた従順は、敵と正面から撃ち合うこともないまま、粉々に砕けて、その生涯を終えたのである。姉との衝突さえなければ、と、生き残った者たちは皆、そう思わずにはいられなかった。海に投げ出された三熊の乗員を、味方の駆逐艦が必死に拾い上げた。駆逐艦の朝潮と荒潮が燃える海に踏みとどまり、漂う乗員を次々と甲板へ引き上げていく。その数、およそ240名。だが救助の間も敵機の攻撃は止まなかった。助けに来た朝潮自身も爆弾を受け、22名の戦死者を出している。仲間を救うために自らも血を流す。ここでもそんな悲劇が繰り返された。そしてそれでも海に取り残された者がいた。3日後の6月9日、小さなイカダで漂流していた三熊の乗員2名が、なんとアメリカの潜水艦トラウトにすくい上げられる。敵の潜水艦の甲板の上で彼らは九死に一生を得たのだ。沈んでいった多くの仲間、そして思いがけず生き延びたわずかな者たち。三熊の最後はそれぞれの乗員にそれぞれの運命を刻んだのである。三熊が沈む前にアメリカの艦載機はその姿を写真に収めていた。大破し大きく傾いた三熊。主砲は爆発でねじ曲がり、甲板はめくれ上がり、そこかしこから黒い煙が立ち上っている。エンタープライズの偵察機が撮影したこの一枚。それは太平洋戦争の中でも大型の軍艦が沈む直前の姿をこれほど生々しく捉えた。数少ない記録となった。強大な重々巡洋艦がこうもむごたらしく引き裂かれるのか。この写真は戦争の激しさと鋼鉄の艦の脆さを今に伝えている。そしてそこに写っているのはただの残骸ではない。つい先ほどまで多くの乗員が必死に艦を守ろうと戦っていたその現場なのだ。三熊という一隻の従順が確かにそこにいて、確かに戦い、そして力尽きた。この一枚の写真はそのことを今も私たちに静かに問いかけている。従順洋艦三熊の生涯をたどってきた。条約の抜け穴をくぐり、慶順の名で生まれながら20センチ砲を積んで堂々たる上順へと化けた艦。バタビア沖では姉の最上と共に連合軍の巡洋艦2隻を沈める主君を挙げた。だがミッドウェーで皮肉にもその最上との死突が命取りとなる。動きの鈍った三熊は敵機の爆弾を浴び炎上して沈んでいった。大破した三熊を捉えた一枚の写真は今も従順の壮絶な最後を伝えている。条約に翻弄され姉妹の絆に泣いた数奇な一隻。カラーで蘇ったその姿の中に確かに彼らは生きていた。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。